こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず、オンチェーン関連では、マウントゴックス関連のアドレスからまた送金が観測されています。額としては 27,871BTC、その後も動きがありますね。債券種分配が来年に延期になってからたびたび動きがありまして、毎回注目されてますけども、その後特に進展がないといった状況が続いています。あとは最近の10万ドル到達から長期保有者の売りが観測されています。FRB の利下げ期待が弱まっていることと、あとは本日の米国統計の警戒などが注目されてますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でギリギリマイナスとなっています。ただ先ほどブラックロックにプラス 7.5 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、今回も純流入記録となります。これで先週から6日連続の流入となりますね。あとイーサは現時点でもプラスですけども、こちらもブラックロックからプラス3億ドルほどの流入があるとのことなんで、今回も純流入、先週からでは9日連続の流入となっています。1日平均でも1億ドル以上の流入が見られるようになりました。香港はビットコインがマイナス 50.89BTC とビビたる流出、イーサはゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在98,100ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、米貿易収支、米新規失業保険申請件数などがありました。注目度の高い米貿易収支はですね、前回予想以上の結果となってますけども、市場ではハト派と言われている中村日銀審議員の高発言が話題になってまして、円高要因になっています。本日の米雇用統計の警戒というのもありますけども、今朝4時くらいに発信されたカリフォルニア州の地震などもあってですね、円高リスクオフが重なって米株各指数は調整となってまして、ビットコインも今朝にはですね、一時9万500ドルつけるほどの下落となっています。昨日から1万3000ドル幅の下落となってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.54%、額としては612億ドル相当、生産が目立っています。比率としては全体ではロングが 52.2%、バイナスミはロングが 58.6% とウェイルになっています。今後の指標としては、12月6日に米雇用統計、12月7日に米ミシガン大学消費者信頼感指数12月の速報値、12月9日に日本の実質 GDP、国際収支、中国の PPI、CPI などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、ビットコインは年末まで12万ドルが視野に入っているとか、あとはまだ仮想通貨民がヨット買ったり豪遊している様子が見られないんで、まだ天井じゃないといったような見解が話題になってますね。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想ではパウエル、プーチン法ではまだ弱いんで、10万ドル突破はないだろうと、米雇用統計の警戒も考えるともう一回10万ドルの攻防になるんじゃないかということで、昨日の98,555ドルよりも下という予想でした。結果としてはアジア時間で10万ドル突破してしまいまして、その後米市場明けからですね、調整に入って実進リスクオフなどもありましたけども、判定時刻の12月6日 AM6 時時点のビットコインは99,072ドルということで、昨日の98,555ドルよりも上なんで外れです。10万ドル突破した時点でもう展開外れてるんでもういいんですけどね毎回3連勝でストップしちゃいますね。はい、では明日の予想ですね。ここ数日サプライズばっかりで米雇用統計前なんでね、どうにでもなりそうな気もしますけども、一旦調整入ったということも加味して指標解放からの上にしておきます。悪い数値が出てもワンチャン耐える可能性もあるかなと思ったんで、なので12月7日 AM6 時時点のビットコインは現在の98,111ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半から米雇用統計となっています。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3840ドル、BTC 建ては 0.0390 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.6%、額としては261億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.1%、バイナスミはロングが 78.5% とウェイルになっています。ETF は未だ流入傾向で、BTC 建ても昨日より上がって 0.04 の攻防となっています。以前まではビットコインが下がった時にもですね、BTC 建てでも下がって弱かったですけども、今ではしっかり耐えている印象があります。引き続き4000ドルの攻防が注目されると思いますけども、こちらも本日22時半以降ですね、どのように動くのか注目ですね。
あとその他の動向では、昨日の10万ドル突破からですね、トランプ大統領が祝福のコメントを投稿したのが話題になっています。ビットコインとともに再びアメリカを偉大にするという文言が印象的ですね。あとはトランプ政権関連では、昨日次期 SEC 委員長にアトキンス氏が任命された件を取り上げましたけども、仮想通貨界隈の各所から歓迎するようなコメントが出されたことも注目されてますね。あとは Wikileaks に公開されているアフガニスタン戦争の記録をオーディナルズでビットコインチェーンに刻む取り組みが注目されています。政府の隠蔽防止のためにスパルタカスというプロジェクトが取り組んでいるようですね。以前オーディナルズで話題になったのは、スーファミのエミュレーターをオーディナルズに刻むとかね、なんかすごいどうでもいいことに使われてた記憶ありますけど、この取り組みは結構評価されてるみたいですね。オーディナルズね、最近あんまり話題になれなくなりましたけど、久しぶりの話題になってます。あとはアディダスとステップンが共同で1200足の限定のリアルシューズ販売を発表してます。先日のナイキのアーティファクト閉鎖を受けてのリリースとされてます。ステップね、未だに根強いファンいますけども、これも完売となるのか注目ですね。あとアルト関連では、ベースの1日のトランザクション数が800万件を記録してまして、過去最高を更新してます。競合のアービトラムが200万件台、オプティミズムが90万件となってまして、さらに差が開いていることが注目されています。あとはミームコイン全体の時価総額が1350億ドルとなってまして、さらに拡大しているのも注目されています。時価総額、取引量ともにですね、年初と比べると10倍近くなってまして、その後また伸びるのか注目されてますね。あとミームの方では、著名人のヘイリー・ウェルチ氏が立ち上げたとされているハウクの暴落が話題になってます。流動性提供されて高値から10分の1以下になってます。早期給料の 96% が関係者が保有していると見られてたんですけども、暴落した時にはその保有割合が減ってまして、チームが売却したんじゃないかと疑われてるんですけども、チームは否定しているといった状況のようですね。で、ホルダーの状況を見ると、綺麗に分散されてますけども、著名人ミームはこういうのが多いですよね。あとその他リリース、資金調達関連では、L1 のザイオンがメインネットとエアドロップ発表、相性プラットフォームのビドルパートがリリース発表、スイレンドが600万ドル調達、AI ストーリーテリングプラットフォーム世界が300万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのとこですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。